試合後なんかお話されましたか？そうですね、まあよかったねみたいな感じです。まあ当然だろみたいなアウトサイダーとしての責任みたいなのがあったんで、まあしっかり勝ててよかったかなっていうのはあります。ここはどんな場所なんですか？ここはあれですね、もう家の近くなんですよ。実家がここから10分ぐらいのところだったんで、よくなんか友達となんか遊んだり集まったりするのは大体ここみたいな。豊橋って田舎でもう海とか山とかしかないですよ。なんか遊ぶとこも少ないし、ここかなんか駅に集まるかみたいな、結構懐かしいっていうか詰まってますね。ありがとうございました。本当に感謝してます。もう俺誰とでもやるんで、皆さんが見たいカードあればどんどん言ってもらって試合組んでください。お願いします。ありがとうございました。テレビの向こうの人になっちゃったね、本当に。ツイッターのフォロワーもどんどん伸びてる。やっぱりその僕の試合とか格闘技をやっぱり少しでもいろんな人に見てもらいたいっていう、そういうきっかけを作りたかったのと、やっぱ地元の人に、こういう選手がいるっていうのを知ってもらいたかったっていうのがあるんで、アウトサイダーの頃にその市役所の方々を招待して僕の試合を見てもらってました。一番最初さ、ここにね、アウトサイダーの時にさ、来るって言った時に、石川さんがもうどんなやんちゃなのが来るんですよ。おそらく罰金にして、もうそこらのチンピラみたいなのが来るだって言っとったらさ、すごい好青年が来てね。8月にその地元の愛知で、ライジンが決まってるんで、絶対今回勝ってそこに絶対出場しなきゃいけないと思ってるんで。今回負けてる場合じゃないです。あれみんな友達ですか？あれ友達です。いつもなんかこの海とかでみんなで集まるんですよ。酒飲んでんじゃん。あ、いつもいつもやってんの。あいつさ、なのでもうブロブロだね。釣り飲んでるでも。あれなんで俺ばっかり。俺も映りたい。はい。これはそう。俺も映りたいだけど。俺使って絶対使ってよ、本当に。マジ本当に。しゃべりたい。緊張してないです。俺の友達って毎回すごい応援に来てくれるんですよ。友達愛知に住んでるんで、試合って大体東京とか、ライジンだと埼玉とかでめちゃくちゃ遠いじゃないですか。なんかそれでも関係なくすごい来てくれるんですよ。で、それこそ年末のライジンの時なんて200人ぐらい来てくれて、友達が。で、僕が勝った時にすごい喜んでくれて、なんかそれがもう嬉しくて、みんなになんかその勝ったとこ見せたいっていうので強くなりたいって思うようになったんですね。いつも応援とかにも皆さん来てる。そう全部行ってるよ。全部行っとる。全部行ってるよ。本当に全部行ってる。タメ口になって。海外も全部行ってる。韓国も全部行ってる。韓国、中国全部行ってる。去年韓国とか中国で試合してたんですけど、もう友達が30人ぐらい来てくれるんですよ。もう海外まで来てくれるんですよ。ちなみに海外行った人全員じゃないですか。全員顔結構金かかんないですか？いや、応援だったらもうそんなの関係ないもんで、やっぱ金しか持ってないし、釣りが海外で試合して完全なアウェーなわけだけど、やっぱそれで俺らの声でちょっとでも
活躍してくれればいいかなってやっぱ。マニルケープのホームでも俺ら行くもんな。もう全然アンゴラも行くね。近所だね。近所。中国で試合した時なんてもう中国人と喧嘩してるんですよみんな。物投げられたりとかペットボトルとか。そうもうアウェーすぎてポスターで頭叩かれたとかありました。中国人の応援が1万人ぐらいで僕の応援が多分20人とかぐらいだったんですけど。场比赛将会进行2局，每局5分钟。比赛裁判。それでも叫びまくるから喧嘩になるんですよ。1万人対20人が喧嘩になるんですよ。どんな学生だったんですか？いやだから全然そんなに悪さとかしてなかったし普通の高校生でした。だから全然普通でした。不良ではない。不良ではないと思いますね全然。ただ喧嘩だけはやってましたね。悪さに入るのかな。でも確かに書いても本当喧嘩ぐらいだもん。喧嘩は本当に書いてもしかも相手からだもんね。結構自分からとかじゃなくてね。自分から喧嘩はした。相手から売られたら買うみたいな。自分からはそんな喧嘩も売らんし。そうだから誰がやられたら絶対行くみたいな。こいつの時はやばかったっす。ボコボコにされて2人か3人ぐらいにやられた時。聞きつけた回がすぐ来てくれました。何分くらいで来てくれたの？7分半ぐらい。7分半。めちゃめちゃ近い。なんか兄貴がすごい悪くてだから僕もなんかそんなに悪いこととかしてないのに朝倉未来の弟だから気をつけろよみたいなことを言われるぐらい。僕結構喧嘩に明け暮れててそうでそうですね喧嘩、無敗だったんですけど、結構本当に一発で失神とかさせてきたんでみんな喧嘩でもでその噂って結構でかくなるんで殺人とかまでなってましたからね一時期してねえよみたいな。殺人はしてないんですか？いやしてないです。和っていうか普通にしてないです。多分兄貴いなかったら絶対やってないし格闘技も、そうですねそこは感謝してますね。まだ学生服着てましたからね。その前にねお兄ちゃんのみくるくんの方が平成23年9月に入門してるんですけどその後お兄ちゃんが弟の海君を僕よりもしかしたら素質があるっていうことで連れてきてそのジムに入って、ちょこちょこその教えてもらったりしてやってるうちに俺センスあるなみたいな。やっぱり格闘技センスあるから弟もセンスあるのかなと思ってちょっと家の外に呼び出して殴りかかったら避けたんでじゃあちょっと一緒に格闘技やろうよってことで、いきなりそうです結構もう本当に失神させてやろうかなと思って殴ったんですけど意外と目が良くてでパンチとか蹴りは全部避けれたんですよ。そしたら結構兄貴も驚いてて「お前絶対センスあるからお前格闘技やった方がいい」って言われてでその翌日にジムに入会しました。まだ教えてないんですねディフェンスとかね。なのに面白いなんかマトリックスみたいな回し蹴りを回し蹴りを今度マトリックスみたいにして避けるんですよ。ちょっとこう避けとるインナーバウアーみたいなこんなことできないなと。彼ね本路でやる戦いは多い。初めから本路が多かった。バランスもすごいよ。私レッスンを元でやってるからこれにバランス見たらこれバランスすごいね。これレッスンにもう当てはまるし充実も当てはまるし、ただ最初はちょっとやんちゃん多いねあまり最初で言うこと聞けなくてそれで2、3回もう死ねられたらやっと言うこと聞いてだんだん見たら技もね覚えて。それいつも一緒に練習してた？そうですね練習したし全員アウトサイダー出てる選手。みんな出てる。豊橋だと選手が少ないんですけど、その中でみんな少ない中で集まってるんでみんなで考えて一緒にみんなで一緒に次やっていきたいみたいな。なるほど。じゃあかけ離れたよ
最初はディープに出たんですよ。一番最初、はい、経験だみたいな感じで出したんですけど、もうそこでもいきなり KO で勝っちゃって、ディープで。僕でもね、あんまりそういう風に印象がないんですよ。覚えてないから。覚えてないというか、名前見て覚えてるけど、その日にちょっとカルロス・トヨタっていうライジンにも出たカルロス・トヨタと大喧嘩したんで、それで記憶が全部飛んじゃって実際、それぐらいなんですけど、でそこからアウトサイダーで始めて、なんかとんでもないのいるよっていう話になって、そのままディープでやろうと思うの？いや、思わなかったですね。やっぱりその時は当時はやっぱアウトサイダーが一番注目されてたんで。いやディープで生かしようと思いました最初。だけど僕たちはその時確かにどこのビデオショップ寄ってもアウトサイダーしかないんですよね、レンタルビデオが。その当時って格闘技ってテレビでやってなかったじゃないですか。でその中でアウトサイダーがなんかやっぱかっこいいって思ったんですよね。レンタルで行くと必ずアウトサイダーありましたね。そういう意味ではみんなが喧嘩ファイトどんなのって見るんですよ。そういう意味では知名度で言ったらはるかにアウトサイダーの選手の方がプロの普通の選手の上でした。なんでファッション、昔のヤンキーじゃないファッションだからそういうファッションも含めてちょっとおしゃれ、ヤンキーのあれももちゃんが一番知ってるんですよね。なんでアウトサイダー出たいと思ったんですか？もともと格闘技の団体は一個も知らなかったんですよ。アウトサイダーはちょっと DVD で見てて、だからこういう話を聞いた方がいいんだよ。こういう話をもう今聞いた方がいいですよ本当に。その時期格闘技の例えば日本のチャンピオンいっぱいいますよね、っていうのは知ってました？全然知らないです。じゃあやっぱアウトサイダーの人が最強だと思ってましたよね。逆にそういうふうに思ってました。多分ほぼはなんていうの、全国区でやって大会なかったじゃん。そういうことは知らなかったじゃん、時代的にも桜庭さんとか知ってる人じゃないから、まあ地上波に乗らない格闘技よりははるかに上でしたよね。アウトサイダーのチャンピオンになったら結構有名になれるし、稼げるだろう、結構それなりに稼げるだろうなみたいなのがあって、でなんか実際チャンピオンになってみると全然そんなこともなくて、で逆になんかその他の団体の選手とかから「所詮アウトサイダーだろ」みたいな「アウトサイダーはレベル低いだろ」みたいな結構批判されてて。アウトサイダーのチャンピオンになってからは結局今度はなんかプロには勝てないだろうみたいな声がやっぱ来始めて、今までアウトサイダーの選手ってプロで世界に出てくるとプロが結構意地出すんですよ。本当に実力あるんですかっていうのがやっぱりみんながやっぱり疑問なんですよ。そう考えた時に彼らはそのタイミングでロードに行った。でロードでも強さを見せた。その時こそ本当にこれ通用するなって思っちゃいましたね。うちもやっぱりもともとアウトサイダー出身の選手何人もやったけど途中でやっぱりダメだったんで、ちょっと枠は超えてるなと。それはもちろん甲斐君の勝った試合もそうだけど負けた試合も最後の試合も行ってたので、負け試合見てたとしてもやり方では勝ったんじゃないかなと思ったし。
練習環境を変えないとこの先ちょっと厳しいかなって思うようになったんですよ。仕事しながらね、大体やってたんですけども、やっぱりどんどん今度強い選手、まあ、乗り越えるごとに成長はあったんですけども、やっぱり、どこで、ね、練習時間をキープするかって。まあ、その仕事中とかもパソコン打ちながら他の選手は今頃練習してんのかなって思いながらやってましたね。まあ、正直その会社辞める時も結構悩んだんですけど、まあ、人生も一回きりなんで覚悟を決めてきました。喧嘩が強いとかそういう人たちってもともと戦う能力が強いんで、その子たちが真面目に練習してたらそれはそうなりますよ。東京までできてプロの世界でも練習してちゃんとやってるわけなんで、もう今じゃあ彼らが出るって言った時にプロの選手は文句言わなかったですよね。朝倉はい、一昨年の大晦日俺実はライジン会場で見てたんですよ。埼玉スーパーアリーナに友達と見に行ってて、で、まあ、他の選手が戦っている姿を見て俺の方がもっと面白い試合できるのにって思いながら観客にいたんですよ。で帰って絶対俺来年ライジン出るからって宣言したんですよ。でそれでもう絶対 KO じゃなきゃダメだと。でそれも派手なやつを見せないとダメだと思ってました。今まで何やってもなんかそんなになんか続かないっていうかすぐ飽きちゃったんですけど、格闘技だけはずっと続いてますし、やっぱ格闘技ってもう例えば次の試合でもうできなくなるかもしれないし、もしかしたら死ぬかもしれないじゃないですか。そんだけ命張って戦ってて、でサッカーとか野球とか、まあ、例えばアーティストが歌を歌った時に与える感動みたいな、まあ、それに負けないぐらい感動を与えられると思ってるんですよね。だけどそれがまだなんか世間に届いてないっていうのが悔しくて、それをもっと伝えていける試合を俺が見せてどんどん格闘技をメジャーにしたいって思ってます。俺会社一緒だったんですけど、毎日格闘技やって、まあ、俺は自分で店をやって辛いことも多分格闘技もあるし、これもその商売辛いことばっかりする、まあ、負け取れんなとも思うし、今頑張ろうかな、とりあえず頑張ってます。みんな会社とかで嫌なこととかあるじゃないですか。けどあいつも頑張ってるから俺も頑張ろうって応援してるけど応援されてる。やっぱり自分のやりたいことをこう見つけられて、それにこう集中していくっていう、やっぱりその過程っていうのが見ていて、まあそれまではそれを見つけられなかった人がこう見つけて頑張っていくっていう姿がやっぱり僕らは見ててもやっぱ心打たれるものがありますね。なんか同じ団体に出てたっていうのはすごい誇りっていうか、自分もそういう風になりたいなっていう目標ではありますね。はい。僕らは熱をもらうかなって感じですね。地方でこうやってみんなが頑張ってるところでこうやって上向いて活躍してくれると、そこでちゃんと火を残してくれてね、やる気が出てくるから僕たちも燃えられる。いや嬉しいですね。いっぱい練習したし、一緒にやってたんで。そうですね、もう本当にだから今回の、マネルケープ
王爵無人のアンゴラ番長アネル・ケイプ。いやー最高なれてきましたね。まあ実力的にも、まあ、みんなが認めてると思うし、まあ、そういう選手に、まあ、当たり前に勝って、それも KO 勝ちで、まあ、前回も KO で勝ったし、で今回も KO で勝てば、まあ、みんな認めてくれるんじゃないかなって。もう軽量どうなるかもうどうなっても知らないですよ本当に。軽量の話とかしました？まあ集中しといた方がいいんじゃないかなっていうところですね。殴ってきてもちゃんと見えるように。先に殴っちゃえって言ってました。2人ともゲームやらない？あんまりやらないです。ちっちゃい頃はやってましたけど。金属バット。来ましたね。どうですか？僕のファッションセンスは。面白いですよね。よし。めっちゃ強そう。めっちゃ強そう。僕はおしゃれ重視。レディーファイト。さあバトルがスタート。どんな戦いを見せてくれるのか。じりじりと追い詰めていく。ここは壁ビリビリが待ってるぞ。最後まで切り早めにバーストアタック。壁おっと弾き返し。お互いに近づいてここはこれ近づきすぎるとバックステップして当たっちゃうんです。そうです。そこのタイミングすごい重要。悔しいなこれ。かわいそうですこれは。